ついに物語の真相へ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてらんもの、ゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年26号、ワンピース最新話1115話、大陸の断片を考察します。この1115話では、世界の真相がさらに明かされました。語ることが山ほどあります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは先週の考察の答え合わせです。先週この1115話の予想はこのように考えました。こちらです。1115話の類似話数は15話、115話、1015話、1105話です。115話には巨人が初登場。ならば1115話には巨人ジョイボーイが初登場か。ならば1115話では900年前のジョイボーイと光月家も登場するのか。また1015話でルフィは海に沈んでいますから、1115話では引き続き世界が海に沈む話でしょう。次に1105話は愚の骨頂。ならば1115話にはジョイボーイの仲間ズニーシャも登場するのか。そんな1115話の語呂合わせ予想はちょびひげ。語呂合わせ的には1115話ちょびひげと読めます。1115話にはちょびひげ男も現れるのか。ジョイボーイの900年前の物語はマザーフレームのような動力を使った古代兵器に敗北する話でしょう。バッドエンドは確定しています。はい、先週の予想では光月家やズニーシャの登場、海に沈んだ話などそれぞれの要素は当てられていますが、僕は900年前のジョイボーイの回想シーンだと考えていたので、こちらの予想は外れています。ちなみに1115話の語呂合わせ予想、ちょびひげはちょびひげを生やしたフォクシーでしょうか。話数の理論を正しいものに修正していきましょう。15話では大砲バギー玉を放つバギー。一方1115話では古代兵器が放たれて海に沈んだ世界の話。次に115話ではビビがグランドラインの島と島は交流がなく独自の文明を築いていると話す。一方1115話でもベガバンクがビビと同じことを話しています。これが1115話の話数の語呂合わせ一つ目。一つ一つ一個。一つ一つは一個。大陸の断片。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を行いましょう。1115話のスタートは引き続きベガバンクの暴露配信。ベガバンクはオハラが詰めたポーネグリフを読んだといい、そこに記されていたのは巨大な戦いの記録だったという。それは巨大な王国に生まれた原初の海賊ジョイボーイと現在の世界政府が樹立する前の20の王国連合軍との戦い。20の王国が手を組まなければならないほどジョイボーイの一団は強かったという。このジョイボーイの一団とはもちろん海賊団でしょう。それは D ドーン、夜明けの海賊団か。3年前こちらの動画では D とはこのように考えました。こちらです。そんな天竜人たちは明らかに D の一族を恐れています。それは黒住オロチが赤鞘たちを恐れていたようにです。 D の一族は明らかに世界政府から存在を隠蔽されており、ドクタークレハは生きていたのか D の意志はと言っていました。これは亡霊と呼ばれている赤鞘たちのイメージと合致しますし、和の国では子供たちに歴史を改ざんして教えていましたが、これも世界政府が空白の100年の歴史を隠蔽していることと同じです。3年前 D の一族とは赤鞘9人男に似ているだろうと考えました。ゴール、モンキー、オートガス、ハグバール、トラファルガー、マーシャル・ロックス、ネフェルタリー。あと1人現れれば D の名を持つ者も9人か。これが夜明けの海賊団か。すると赤鞘9人男を守って死んだ光月おでんのようにジョイボーイも他の仲間たちを守って死んだのか。それはもちろん4年前に考えた D を排除した場所、エニエスロビーで、こちらです。エニエスロビーに巨大な王国がかつて存在したと考えます。それを裏付ける要素の一つがエニエスロビーという名前です。エニエスにも失われた D を足してみましょう。するとデナイス。それは拒否、拒む、動かす、否定するデナイスです。エニエスロビーに D を足すとデナイスロビーになるのです。そのイメージとはつまり D を拒否した圧力団体なのでしょう。D が栄えた巨大な王国を滅ぼした跡地、それこそがエニエスロビーの正体だと考えます。エニエスロビーの場所でジョイボーイは敗北したのか。一方20の王国連合軍にも裏切り者がいました。それがアラバスタの女王ネフェルタリ D リリー。リリーからの手紙にはポーネグリフを守りなさい、沈みゆく世界で夜明けの旗を掲げと書かれていました。ポーネグリフとはクローバー博士曰く連合軍に敗北を悟った巨大な王国が残した石です。さらにクローバー博士はその王国の思想、意志こそが世界政府こと連合軍たちの脅威なのだろうと語っていました。そしてベガバンクはこの1115話で善悪はわからないが
2つの思想がぶつかったと言います。この2つの思想とは分かりやすいでしょう。それはおそらく自由 VS 支配か。ジョイボーイの祖国、巨大な王国の思想は自由。自由の語呂合わせは自由。10話では海賊の覚悟とは命を懸ける覚悟だとルフィは言う。そしてじゅーっと天下を阻止してルフィを解放するナミ。それはいわばこの支配からの解放。一方現在の世界政府連合軍の思想とは支配か。支配の語呂合わせは支配。481話影の集合地シャドウズ・アスガルド。他人の影を支配する月光モリアはイム様のイメージか。2つの思想が戦った900年前の巨大な戦い。それはシーソーゲーム。世界中の誰もが業の深い生命体。これが1115話の話数の語呂合わせ2つ目。人々因果。人々の因果。因果とは何らかの結果を生む行為。因と業です。しかしその2つの思想の戦いの火種はわからないという。100年も戦った巨大な戦いの火種とは何でしょうか。100年戦ったといえば巨大なドリーとブロギーは仕留めた獲物はどっちが大きいか。そんなユキちゃんの素朴な疑問で100年間も2人は決闘していましたから、もしかすると900年前の火種も大したことはない。それは例えば恋なんていわばエゴとエゴのシーソーゲーム。もしかしたらその火種とは恋はいつでもハリケーン。恋が火種だった可能性もありそう。身勝手なイム様の恋によって100年戦争は勃発したのか。なぜならこの1115話ではステューシーが65歳のステラにまるで恋をしているかのようです。最近70歳の人気声優エンテイも恋で炎上していましたから、ステラとステューシーの恋もあり得る。そして1115では900年前の太陽の神ニカことジョイボーイがシルエットで初登場しています。しかし遠近感がわからないのでジョイボーイの種族が何かはわからない。僕はジョイボーイとは巨人の血を引くバッカニア族であり、さらに赤髪であると考えましたがどうなんでしょうか。とりあえずシルエットの見た目はルフィそのまんまです。そんな900年前に栄えた巨大な王国は驚異的な文明を持っていたという。そこで使われた兵器はベアバンクでも再現できないレベル。そしてベアバンクはその兵器が問題だという。この兵器とはもちろん古代兵器でしょう。ルルシア王国を消し飛ばした古代兵器ウランスまたはプルトン。その古代兵器によって世界は一度海に沈んだと言います。我々はかつての大陸の断片の上に暮らしている。これは1年前すでにこちらの動画で考えました。こちらです。リング状の一つなぎの島、ロングリングロングアイランド。通常は海に沈んでいます。これがヒントでしょうか。つまりある意味で全世界もこのように沈んでいる状態か。だからワンピースの世界は複数の島々がポツンポツンと点在しているだけ。グランドラインは一つの大きな大陸だった可能性すらある。それならばいつの日かそれらの島々は一つになり得る一つなぎ。1000年前の世界はいくつかの大陸だった。一つ一つは一個一つなぎ。そう、エネルが求めていた限りない大地フェアリーバースはかつて世界に存在していた。さらに犬嵐とネコマムシもある意味で正しかった。世界には島が5つだけ。つまり900年前の世界には5つの大陸しかなかったのか。さらにベアバンクは100年分の歴史がなぜ消えたのか。空白の100年の因と業を考察しています。その因業とは海面が200メートル上昇したから。200メートル？ギャー！この暴露に驚いて海軍も革命軍も悲鳴を上げる。これが1115話の話数の語呂合わせ3つ目。人々悲鳴。人々の悲鳴。5は5月のメイとしてメイと読みます。この読み方はワンピース公式で採用されています。空白の100年とは海面が200メートル上昇して数多くの人々が死んだことで歴史は書き消されたという。しかし、そうであればそれ以前の歴史も消えてないとおかしいですから、おそらくそれだけじゃない。このヒントは空島スカイピアでしょう。それはすでに2年前このように考えました。こちらです。喋るな。我々に逆らえばお前の親も子供も友達も恋人も国も島も全てを消す。これだけを全世界の人々に伝えれば空白の100年を実現できる。人は恐怖で凍る。実際に氷で凍らせるのではなく、人々の心を恐怖で凍らせる。そして100年間時間が経過すればやがて世界政府の悪行は
風化していく。このヒントはゴッドエネルとコニス。コニスはルフィに思わず神の秘密を喋ってしまい、天の裁きを落とされていました。恐怖こそが神なのだ。空白の語呂合わせは空白。989は空がめちゃめちゃ厳重だった。逆らう者に天の裁き、死の雨を浴びせる。つまり軍事衛星星が犯人だった。それは人でなし、パッパグのデザイン、クリミナルブランドが伏線。これが空白の100年の真相だと考えます。天×竜の蹄、それこそがやはり古代兵器か。そしてこの1115話では天×馬骨の蹄が登場。馬骨ことヴィーナス星が天空に舞い上がり、エッグヘッドの雲を横に真っ二つにしました。つまり空白の100年とは数年前から考えているように空爆の100年。919話ではルナーリア族キングが空を守っていましたが、もしもマザーフレームが古代兵器の動力を模したもので、そしてルナーリア族の火から生成したものであれば、語呂合わせでも繋がっている。さらに989話でルフィは叫んだ。空がめちゃくちゃ厳重だった。それは900年前の空も同じか。空がめちゃくちゃ厳重だった。厳重イコール厳重。もしかすると古代兵器とは以前も考えたように竜の悪魔の実、幻獣種を食べた物体なのかもしれません。それこそが天×竜の蹄か。そしてさらに考えたいのは海面が200メートルも上昇したなら、やはり大方の予想通り海底監獄インペルダウンはその昔陸で建造されたものでしょう。すると、そのインペルダウンよりも巨大な正義の門が怪しい。四方の島エニエスロビーと海底監獄インペルダウン、そして海軍基地マリンフォード、3つのポイントに設置された超巨大な3つの正義の門は何のために作られたのか。このヒントはおそらく1115話の野次子でしょうか。野次子は話の途中でみかん畑を見てくると離脱しました。これは一体何を示唆しているのか。かつてみかん畑にナミは1億ベリーを隠していました。それは魚人のアーロンたちに見つからないようにです。つまり、もしもエニエスロビーの位置に巨大な王国が存在していて滅ぼされたなら、その瓦礫が海底にあるはずです。しかし海底の瓦礫は魚人たちに見つかってしまう。いくら人々の口を恐怖で封じても海底の瓦礫に気づかれるのはまずい。そこで正義の門を設置してあの三角形の海域を封鎖したのか。魚人にも海賊にも誰にも発見されないように。4年前、僕はラフテルとは巨大な王国のかけらの島であり、その島、ラフテルはあの三角形の海域にあると考えました。こちらです。4つのロードポーネグリフが示すであろう座標。それは、タライ海流の中央です。3つの正義の門で脱出不可能な海域を生み出している。この海域にクジラは囚われている。そう考えます。しかも、タライ海流のタライとは、まさにイカだ。つまり英語でラフターという意味にもつながります。世界政府は三角形のあの海域を封鎖して監視しているのか。それはまるで全能の目、プロビデンスの目のように。とにかく魚人に見つからないように隠したみかん畑の宝物と、魚人に見つからないように隠した王国の墓場、ラフテル。そのようなつながりでしょうか。そのみかん畑はこのように考えました。こちらです。ワンピースというタイトルに失われた D というワンピースを足すと、それはワンピース、完成品という意味になります。逆に言えば、ワンピースとはつまり未完成。みかんの木とはみかんの木。ワンピースの木。一つなぎの大砲のイメージです。さあ、考察の断片が繋がってきたような気もしますが、まだあります。海底を探索できる魚人たちは世界中で差別されていました。これも世界政府が意図的に仕掛けたことなのでしょう。魚人を差別することで魚人と人間の交流を分断して海底に眠る瓦礫や遺跡がバレないように隠蔽したのか。そんな水深200メートルの海の底にある町や遺跡はさほど壊れてはおらず原型をとどめています。僕は前回の動画で大陸移動の極移動が起こったと考えましたから、10年前から多くの方が考えているポールシフト理論はここで外れてしまったのか。なぜなら海底遺跡は900年前からほぼ無傷でそのまま残っています。となると、どのように古代兵器の爆撃によって海面は200メートルも上昇したのか。それは地盤沈下。
海水の熱膨張、地下水の蒸発、そして南極などの氷が溶けて複合的な要素によって200メートルも上昇したのか、ルルシア王国の攻撃では海面が1メートル上昇していましたから、単純計算で100年間で200発も古代兵器が使われたのか、このあたりの海面上昇の仕組みは詳しくはわかりませんが、我々の世界でも1945年から現在までの80年の間に2000回以上の核実験が世界で行われています。そしてここで疑問となるのが、世界中の海底にそんな遺跡があるなら、誰も気がつかないのはおかしい。ローの潜水艇もある世界なのに、そのようにも思いましたが、水深200メートルの海は深層や深海とも呼ばれ、そこは太陽の光が届かない暗黒の世界です。つまり普通に潜ってもあの世界の科学力では魚人か海洋類以外では気づくことができない。唯一海底をサルベージしていた猿山連合軍は気づきそうですが、猿山連合軍が潜っていた場所は島さえも空へ飛んでしまう災害地域、ノックアップストリームが発生する島、ジャヤでした。つまりジャヤの近海だけは海底に沈んだ遺跡がなかった。それこそが世界の真相。海の底に沈んだ国や町や人々。真相イコール真相。604は真相へ。604話の話数の語呂合わせはもちろんロマンス。人気ゲームファイナルファンタジーやクロノトリガーなどと同じように、世界はかつて一度崩壊していた。そんなベアバンクの配信をウォーターセブンで聞いている群衆には、背中に93と書かれた男がいます。93とは93は下へ参ります。深層の海へ沈んだ世界、それは下へ参ります。ラボから落下するセラフィムたちも下へ参ります。覇王色で気絶して落ちるデンデン虫たちも下へ参ります。さらに以前も考えたように93話の隠し語呂合わせはクザン。下へ参ります。ブルーフォール。海底落下。さらにエッグヘッド編ではローとキッドも海に沈んでいました。次に考えたい疑問は、イム様たち連合軍は古代兵器をどのように手に入れたのかです。高度な文明を持っていたのは巨大な王国側です。つまり古代兵器を作ったのは巨大な王国でしょう。にもかかわらず、巨大な王国はおそらくその古代兵器で滅びた。これはウォーターセブン編とつながるかもしれません。フランキーが趣味で作っていたバトルフランキー号はスパンダムに悪用されていました。これと同じように900年前、イム様たちは古代兵器を悪用したのでしょうか。そしてイム様は巨大な王国を滅ぼした。それは以前も考えたようにイム様の祖国なのか。ゴッドエネルも自分の祖国ビルカを滅ぼしていました。イム様は20の国と手を組んで祖国を滅ぼした。そのように考えると900年前、ジョイボーイはエニエスロビーの場所で古代兵器と相打ちになったのか。古代兵器の動力とはおそらく本物の消えない太陽です。エニエスロビーは太陽が沈まないフヤ島。そして現在、イム様たちは古代兵器の動力を持っていないから、ベアバンクにマザーフレームを作らせたのか。つまりエニエスロビーの底に古代の動力、消えない太陽がある。敗北を悟った900年前のジョイボーイはせめて最後の命をかけて古代兵器の動力だけを外して死んだのか。そして100年の戦いが終わった。いや、終わっていない。古代兵器は今なお現存し、起動の時を待っている。ベアバンクが作った代替品の動力、マザーフレームを使って、その世界政府の敵とはもちろん、元自由軍、自由を求めて戦う革命軍と、そして海賊たちでしょう。人が自由の答えを求める限り、それらは決して止まらない。海賊か、それもいい。次に、それぞれの反応を見てみましょう。ルフィを真似ていたデマオロブラックが、今度はキッドを真似てジョイボーイの話をしています。これはもしかすると、前回の動画で考えたように、ジョイボーイが赤髪であることを匂わせているのか。ワノ国には麦わらの一味の海賊旗が掲げられていますが、海賊旗とはジョリー・ロジャーといい、その名前の由来は愉快な赤いやつという意味もあると一巻で説明がありました。ジョイボーイがもしも愉快な赤いやつなら面白い。また前回に続いてジャヤのモックタウンでは海賊たちがひっくり返って大笑いしています。
ジャヤといえばもちろん、嘘つきノーランド。ノーランドの最後の言葉は、黄金は海に沈んだんだ。世界中の人々が嘘つきだと考えているノーランドの絵本。その絵本がまさかひっくり返って真実になるとは胸熱です。以上です。続いては次回1116話の展開を話数の理論で読み解きましょう。1116話の類似話数は、16話、116話、1016話、1106話。16話では、カバジの技、湯煙殺人事件。湯煙とは温泉。温泉といえば、下脱と五郎の温泉島。こことつなげるなら、1116話では、古代兵器が無数に放たれて、海は沸騰し、蒸発して、雨が100年間降り注いだのか。次に116話のタイトルは、でっけー。巨大なドリートブロギーの100年に及ぶ決闘。ならば、1116話でも100年間の巨大な戦いの話か。1016話は、お玉でやんす。子供のお玉が百獣たちを従えている。さらに1106話でも、子供のボニーがパスフィスターを従える。ならば、1116話でも、子供のイム様が戦いの命令を出すのか。イム様子供説がここで現実味を帯びてくる。そんな1116話の話数の語呂合わせ予想は、人々のヒーロー、ひどいイム。引き続き900年前の巨大な戦いの話、ジョイボーイ VS イム様か。それはジョイボーイが海賊と呼ばれるまでの物語。ワンピースの初期構想における海賊の定義は2つあります。略奪を行うモーガニア。その略奪者から略奪するピースメイン。人々から天上金を要求するイム様たち天竜人を略奪者と捉えるなら、ジョイボーイはその略奪者から海で略奪するピースメインでしょうか。それはまるで和の国の牛光小僧のような義賊か。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。